百秋武道具店の動画。百秋武道具店のうがです。お願いします。今日はですね、ちょっと聞きづらいかもしれないんですけども、歯の矯正の装置を入れたばっかりでうまく話せません。こういう時に限って大事な話をしないといけないんですよ。それは何かというと、皆さんが一番リクエストが多かった攻め、相手の崩し方、引き出し方、これやります。しかも3本構成です。話が大きすぎて3本になりそうです。1本目はもう攻めとは何か、相手の崩し方、そういったお話をします。2本目は実際の攻め方、あとは守り方ですね。3本目は相手の引き出し方、ここまでやります。最初にね、一番大事なお話したいんだけど、皆さんが知りたがってるこの攻めっていう話は決してね、小手先のテクニックの話じゃないんですよ。引っ掛け、騙し、そんな話じゃないんです。もうこれが剣道のもう本質というか、もう真ん中中の真ん中、ど真ん中の話なんです。テクニックだけの話をするんだったら簡単なんですよ。まっすぐ構えて一歩入って相手の右拳の上を取りなさい。これだけ。だけど、これだと絶対相手には響かないんですよ。だから YouTube でね、小手先のテクニック動画見てこっそり練習して、次の稽古で仲間と騙して引っ掛けて当たってないっていうね、そんな稽古やってもね、絶対上達しないんですよ。これもう確実に言える。そんなことやってる暇やったら、本当のこと、本質、最初から勉強した方が絶対いいんですよ。だから今回の攻めの動画、3本立てになると思うんだけど、みんなが思ってる内容とちょっと違うかもしんない。いや、店長もっと実践的なやつを教えてよ。こんな出し惜しみしないで、もっとすぐ使えるやつ教えてよ。違うの。本質を知ることが一番実践的で最短の近道なんです。その証拠に、このビデオを皆さんの周りの6段7段の先生に見てもらってください。全員が全員、わかるよって言うと思うんですよ。じゃあ逆に、このビデオを見て、まだピンとこない？言ってることよくわかんない？じゃあ繰り返しわかるようになるまでまず見るんですよ。それが近道。いや、今日のこの攻めの話は説明してるこっちも気合入るわ。打つ前の攻めとは、好きな人と結婚したくてプロポーズするときとよく似ています。全く知らない人とは怖くて結婚できません。一目見て好きになった。結婚したい。結婚するためには当然お互いのことをよーく知っておく必要があります。剣道でも同じ。剣道では攻めと守りがあります。みんな攻めのことばかり気になってますが、もちろん相手がいる話なので、攻めてる時も守ってる時もあります。打っていく前にこの攻めと守りを通じてお互い相手のことをよーく知るのです。相手もあなたのことをよーく見てますから。剣道で攻めがないまま打っていくということは、結婚のプロポーズで言うと、道端で見かけて3秒でいきなりなあなあ姉ちゃんわしと結婚せえへんかというようなものです。名前すら知らないのにいきなり結婚してくれなんて相当危ない人です。近づいてはいけません。相手のことを知ろうという努力が見えない。でもいざ剣道となると、このようなミスをほとんどの人がやってしまいます。まずは名前を聞きましょう。LINE は教えてくれる？趣味を聞いてデートに誘いましょう。映画は好きかな？興味ない？危ない。じゃあ別の手で。ショッピングに行こう。買い物は好き？ドライブは？コンサートは？これが攻め。相手だってあなたに聞いてきます。仕事は何をしているの？兄弟はいるの？実家住まい？一人暮らし？今度料理作るから食べたいのある？これが守り。うまく答えないといけません。結婚する前には当然こういった相手のことを知るやり取りが必要ですが、剣道でも打つ前には必ず同じことをします。いきなり打ってかかるのではなく、まずは攻めと守りを通じて相手のことを知るのです。初めて手渡しするな。おお、なかなか強いじゃないか。こっちの攻めはどうだ？おお、強い。警戒してる。じゃあこっちはどうだ？もう一歩入ってみよう。じゃあどう出る？俺はここまで攻めたぞ。そっちはどうする？という具合に相手の強いところや弱いところを剣先で探るのです。当然相手だって打ってきたいわけですから同じことをしてきます。そこで打つ前の攻めと守りが生まれるのです。月日が経ってお互いのこともよく知っている。気持ちも盛り上がっている。そして準備ができたと見ると、いざという時には思い切って覚悟を決めて結婚してください。よろしくお願いします。お互いの気持ちが盛り上がった上でプロポーズすること。これは剣道で言うと、相手と相気になってから打つと言われることと同じです。
ここまで来てもまだうじうじしている人、チャンスを逃してしまう人は空気が読めない人となって結婚し無理と出花技で断られてしまいます。打つ機会が来たにもかかわらず、打とうかどうしようかと悩んでいる人はいつまでたっても一本を取ることはできません。もう一つ例を出したいのはじゃんけんなんです。じゃんけんってもう僕も含めてみんな 100% 運だと思ってるかもしれないんだけど、こちらの日本じゃんけん協会の松本さんは相手をコントロールして出すものを分かったり、あとこう手の動き、相手の手の動き、剣読って言って、時だと例えばこの2本が動くんだって、そういうの見て運じゃなくて実力で攻めて勝つことができるんだって。これも剣道と同じ。みんな攻めって言うとね、先生がね、いつもね、俺は休むな、自分から行け、攻めろって言うからね、単純にこう相手の方に向かっていくこととか、相手をまくし立てる、うわーってこうまくし立てることかと思ってるかもしれないんだけど、剣道の攻めってちょっと違うんだよね。例えば、講談社の先生になると、まっすぐ構えて、一歩入ってこられただけですごい息苦しくなったりするんだよね。これって何？攻めのイメージなんだけどね、漫画読んでる子だったらワンピース知ってるよね。ワンピースのルフィが覇王色って使うじゃない。こう、海賊がいっぱいいるところで、うって力を入れると、その気のプレッシャーに耐えられなくなって、レベルの低い海賊たちがバラバラバラってこう、倒れちゃう。気絶しちゃう。これ、覇王色。剣道も結構イメージは似てるんですよ。構えてグッと気を込めると、相手がそのプレッシャーに耐えられなくなって、って出たり、本能的にって出たり、うわーってこう下がっていったり、こういうことになっちゃうんですよ。これが攻め。漫画読まないって人は、僕が昔教えてもらったのは、こう構えたね、竹刀の先からなんか出てるイメージ。もちろんこう、溜めた木がこの先から出てるんだけど、これは炎っていう人もいるし、なんかここから出てるのまっすぐブワーって出てる。この出てるものが相手の方に向けられるから、なんか嫌な気持ちになるわけ。竹刀の先からこうなんか気が出てるって話なんだけど、これ気は見えないんだけど、イメージでするために、レーザーポインター的なものがこの先についてて、先にピューッと走ってると思って。レーザーポインターっていうのはもちろんこれなんだけどね、こうレーザーがこう出るんだけどね、これ100メートルぐらいまっすぐ飛びます。まっすぐ100メートルぐらい飛びます。ライフルの、ここの上について標準を合わせるやつだよね。これを知らない人に自分の方に向けられたら、すっごい不快でしょ？喉元向けられたら、もう、心臓向けられたら、拳の上向けられたら、目に向けられたら、不快でしょ？もうお前やめろよ、何やってんだよってなるでしょ？それが今プレッシャーがかかってるってことなの。その竹刀の先から出るね、プレッシャー、気、攻めをどこにつけるの？相手の。拳につけるの？喉につけるの？目につけるの？これで攻め方が変わってくるって話なんですよ。だから攻めっていうのは周りから見てると、綺麗に構えて一歩入ってぐらいに思ってるかもしれないんだけど、やってる本人、攻められてる本人としたら、相手の竹刀の先からね、こういう気が出てるわけ。レーザーが出てるわけ。この気を自分の手元、喉、目にこう向けられてるわけなんだね。だから常にすごいプレッシャーを感じるわけ。これがもう重たい、深い、気持ち悪い、もう早くそこから逃げ出したい。だからもう耐えられなくなって思わず出て、でそこを打たれちゃうわけ。その時点でもうすでに攻めで勝ってから打ってんだよね。じゃあここからねもう最後になるんだけど、攻めの中で一番大事なことがあります。これはもう2本目のビデオの実践編の中でもういっぱい話そうと思うんだけど、触りだけいくよ。まず剣道には攻めと守りがあるって言ったんだけど、今自分が攻めてるか守ってるかって厳密に言うとどうやって判断するの？それはお互い構えて、先と先で構えて、どっちが先に右足を一歩踏み込むか、それだけなんですよ。こっちが攻めてんだったら右足を先と先から一歩踏み込む。怖いよ。踏み込む。その瞬間こっちは今攻めてる、こっちは今守ってるっていう状態になる。逆も同じ。今こっちが右足一歩踏み込んだ。そうしたらこっちが今攻めてる、こっちが今守ってる。もちろん攻めてる方は攻めてるまま相手を崩そうとするんだけど、攻められてる側もそれに対して何かしら動かないともうやられちゃうわけ。これもまた2本目でやります。でもしここで自分から攻めたいんだったら、相手とこう構えてる時に相手よりも早く
1秒でも 0.1 秒でも早く相手より右足を一歩中に入れることなんですよ。中に入れること。その時点でこの今攻めてるっていう体勢が作れるわけ。ああ、いいことを聞いたな。じゃあ相手より先に一歩右足踏み込んで打てばいいんだ。一歩入って、メン。一歩入って、メン。実はこれが一番よくある間違いなんです。相手より先に右足一歩入る。ここまで合ってます。面を打つ。それも合ってるんです。なんだけど、一歩入ると打つの間に何かが必要なんですよ。これはまた2本目のビデオでやりましょう。2本目のビデオは今の答え、何が必要なのかっていう答えと実際の攻め方、守り方やります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。